どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回60センチ気孔石レイアウト水槽に外部フィルターを設置したんですが、そちらの動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は、ぜひそちらの方の動画も見てやってください。今回はようやく水草育成の環境が整ったレイアウト水槽の成長過程を1ヶ月分一気にお見せしていきます。ウォーターローンがちゃんと芝生になっているのか気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきます。まず、前回までは注水して4日後に外部フィルターを設置したところまでをお話ししました。それまでのレイアウトができる過程は概要欄に再生リストを貼っておきます。いつものようにミスト式で20日間くらいかけて成長した水草が4日間水に浸かってるって感じです。なので実質24日間くらい経過していることになります。外部フィルターを設置した翌日の映像がこちら。あんなに分厚く張っていた水面の油膜はサーフェイス隙間付き給水パイプのおかげで綺麗になりました。こうやって正面から見てみると、だいぶルドビジアスーパーレッドが暴走してますね。注水してすぐは重力から解き放たれて上に登っていたんですが、お次はより光を求めて四方八方に散らばってます。左右のウォーターローン部分が影になってるので若干心配ですね。続いては水替えを行います。いつもであればバクテリアがしっかりついたろ材を使うのですぐに水が出来上がるんですが、今回はろ材すべてが新品なんで、最初のうちは頻繁に水替えを行って苔の発生を抑えます。この時はまだ1匹も生態を入れていないので、ほぼ全冠水してますね。生態のことを気にせずがっつり水替えできるのはでかいです。続いて5日後の状態がこちら。だいぶ変わってきましたね。特にルドビジアスーパーレッドとロタラマクランドラグリーンがえげつないです。やっぱり丈夫な有形層は伸び具合が違いますね。ルドビジアスーパーレッドの方はだいぶ水中用っぽくなってきており、いい感じです。ただ、すでに暴走気味でちょっと怖いです。こんなに成長スピードが速いとは思っていませんでした。ロタラマクランドラグリーンはこんな感じ。ロタラマクランドラ系特有の花びらのような葉が展開されてきてますね。ちょっと思ってた感じとは違いますが、まあいいでしょう。というか、グリーンというより黄色っぽいですね。後ろのパールグラスはこちら。もっと成長早いイメージでしたが、上に伸びるよりも這う力の方が強く、あまり目立ってません。それでも刈り込めばしっかりとした茂みが拝めそうですね。そして一番気になる前景の芝生、ウォーターローンを見てみましょう。こちらは左前方部分。ここはだいぶ生え揃ってきてますね。いい感じに茂み感が出てます。真ん中前方はこのように苔が生えてきてます。あと若干卵巣が出てきてますね。もしかしたらここら辺は水流が行き渡りにくいのかもしれません。右前方はこんな感じ。成長の仕方に明らかに差があります。まだ植栽した際の塊が見えており、全体を覆い尽くすには時間がかかりそうです。最後に山岳の上部分を見てみましょう。ここが一番成長が遅く、特にトロピカ社のウォーターローンが遅いです。葉の色も薄く、このままちゃんと茂ってくれるのか心配です。注水から9日後、ふとアンモニアを測定してみたんですが、そこまで高くはなかったです。すべて新規のろ材を使っているので、まだドバドバアンモニア出てるのかと思ってたんですが、
やはりミスト式は立ち上げ初期のアンモニア発生量が通常の立ち上げより少ないように感じますね。まあ、そもそも注水までに1ヶ月はかかるんでトントンなんですけど、ぼちぼち整体を入れてもいいかもしれません。注水後2週間経過した状態がこちら。めちゃくちゃもっさりしてます。主にルドビジアとロタラ。ルドビジアスーパーレッドは脇目も生やしてやりたい放題です。だいぶ前景の光を遮ってるんで困ったもんです。おまけに脇目だけでは飽き足らず、節目からガンガン根っこも生やしてます。少しでも多く栄養分を吸収してやるという気概を感じますね。ロタラマクランドラグリーンも相変わらずで、頭頂部はほんのりオレンジ色に染まってます。育ててみて思ったんですが、下の葉はグリーンなんでグラデーションっぽくなるのが美しいですね。ウォーターローンはというとこんな感じ。左前方は問題なさそうですね。もう完成と言っても過言ではないです。真ん中前方あたりはどんどん卵巣に侵食されています。おそらくこの山岳地帯が水流を妨げているのかもしれませんね。まあ、厄介な苔と違って対処は楽なので放置。そして、右中央のロタラマクランドラグリーン付近のウォーターローンは完全に影になってしまい、光を求めて葉が間延びしてます。ちょっとこれはいけませんね。おそらくこのままだと引っこ抜けます。続いて、注水して20日経過した状態がこちら。もうジャングルと化してます。なんかサテライトが若干見えてますが気にしないでください。水替えをしても苔が生えてくるんで、ちょっと前に苔取り生態であるオトシンとヤマタヌマエビを導入してます。ただ、あまりにも有形層の成長具合が早く、予想通り影になってしまったウォーターローンが抜けてしまいました。このままだといろんな場所が剥げそうなんで、注水して1ヶ月足らずでトリミングすることにしました。まず最初はど真ん中で暴れ散らかしておられますルドビジアスーパーレッドから。状態は良すぎるくらいで赤がすごく綺麗です。ただ一度もトリミングをしていないので葉が巨大化しつつあり、すでに山岳の輪郭をぼやけさせてます。いつも通り最初は大胆に根元付近からトリミングしていきます。どうせたくましいんで1回目はバッサリ切っても簡単に復活してくれると思います。まあトリミング耐性はそこまで高くないらしいので、何回かカットを続けていくと萎縮していくかもしれません。そんな感じであらかた切りました。続いてロタラマクランドラグリーン。こちらも勢いが凄まじいので、ウォーターローンに影が落ちないようバッサリカットしていきます。個人的にはしっかりとトリミングラインを整えて綺麗な茂みにしたいと思ってます。なので最初はこちらも根元付近からカット。特に前方は影にならないようにソイルスレスレまで短くしていきます。続いて再度ルドビジアスーパーレッドをトリミングしていきます。基本的にあまり山岳レイアウトの輪郭がぼやけないようにしたいんで、前方に置いてある石にギリギリ隠れるところで切ります。まあそもそも山岳レイアウトの中央にこんな目立つ有形層を植栽しない方がいいんでしょうけど、ルドビジアスーパーレッドをカットし、後ろが見えるようになったのでパールグラスをトリミングしていきます。こちらも最高峰にある水草なので、しっかりとラインを揃えて森のような茂みを作りたいですね。あまり主張しないように山岳のラインに合わせてカット。トリミングを続ければパールグラス特有の細かな葉が遠近感を出してくれることでしょう。最後になんか浮いてきている中央付近のウォーターローンを浮かないようにピンセットで深く差し込もうと思ったんですが、逆にソイルがなだれて浮きました。やっぱ粘りが弱い前傾層は扱いが難しいですね。
というわけでトリミング後の映像がこちら。だいぶさっぱりしましたね。やはり有形層がない方が三角感が出ていいかもしれません。なら植えるなよって話ですが、こうやって見ると中央やや右寄りのウォーターローンの厚みが極端に薄いですね。ここは乱層が発生していた地帯なので、もしかすると水流がしっかりと行き渡ってないのかもしれません。それが成長速度の違いに関係している可能性があるかもです。同じように植栽したつもりでも、これだけ違いが出るのは面白いですね。ロタラマクランドラグリーンの影になっていた部分はヒョロヒョロで、隙間が目立ちますが、影が消えたことでしっかり繁茂してくれることを祈ります。ルドビジアスーパーレッドは容赦なくトリミングしたことで見るも無残な状態になってます。なんか葉もほとんどなく、茎とめちゃくちゃ伸びてる根っこだけなんで快感が出てますね。どうせ生えてくるだろうと大口を叩きましたが、ちゃんと元に戻ってくれるのでしょうか。ちなみにトリミングした残骸はこちらになります。計量カップ約4リットル分くらいあります。正直注水20日でここまで伸びるとは思ってませんでした。最初は目立ってなかったパールグラスも2週間超えたあたりから急激に成長し、1週間でめちゃくちゃ勢力を拡大してます。ちなみにこちらのトリミングカスは違う企画に使うので取っておきます。というわけで気候石山岳レイアウト初トリミングまでの経過をお届けしました。未だに生態はコケ取り以外いませんが、水質も落ち着いてきたのでぼちぼちメイン生態を導入していきたいと思います。近日中に紹介できればと思うので、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。